さて皆さん、一つ質問したいのですが、今このカード、一番上のカードって何か分かりますか？分からないですよね。で、一番上のカードが分かる方法って何だと思いますか？答えは簡単ですね。これめくってみればいいだけです。ハートのジャックです。ただめくって表を見たからってハートのジャックだって信用しない方が賢明です。なんでかって理由は簡単ですね。これめくったのがマジシャンですからね。はい、どうもキユです。皆さん占いは好きですか？嫌いですか？信じます？信じない？僕の場合はね、好きなんだけど信じない。あくまでエンターテインメントとして占いを見ているっていう感じですかね。で、今回は、依頼者さんがですね、女性占い師さんで、調べるのはご自身の婚約者、彼氏ですねの居場所と、その居場所に女がいないかどうかというのを調べるという、調査を受けたお話です。5、6年前ですかね、事務所の方に電話がありまして、これこういう事情でっていうことを軽く聞いて、じゃあ実際会ってね、こちらのお見積もりと調査手法でよろしければお受けしますよということで、実際呼び出された場所まで行ってあったんですよね、その女性占い師さんに。20代後半ぐらいの方でしたね。彼氏は31ぐらいって言ってたかな。で、若い時からずっと飲食業界で、経験を積んで貯めたお金で、独立してちっちゃい居酒屋さんを開いたという感じですね。で、その居酒屋さんの経営が波に乗ってきた時に、結婚を前提とした同棲を始めたそうなんですよ。ただその同棲を始めてですね、1年経たないかぐらいの時ですね。今その1年経たないかぐらいの時に彼氏が、仕事上のことをちょっと一人で考えたりとか、2人のこれからについてちょっと一人で考えたいからというちょっと曖昧な抽象的な理由でですね、いきなり家を出て行ってしまったらしいんですよ、その同棲している場所を。で、その占い師の彼女、依頼者さんですねは、このまんま彼氏を信じて私は一人待ってればいいのか、それとも私は裏切られているのかっていうことを知りたいと、いう内容だったんですよ。で、分かってますよ。多分これ見てる人今こう思ってるでしょ。占いでなんとかなんないのって。僕もね、実はそう思ったんですよ。その時その話を聞いてて。だから思わず口から出ちゃったんですよね。占いではどうだったんですかっていうか、占いで分かんないんですかって聞いちゃったんですよ。今思えば失礼だったなと思いますね。そしたら自分のことは占えないと。そんな感じでおっしゃったんですよね。確証バイアスっていうやつがあって、自分の都合のいい情報ばっかりを集めて、その気持ちを楽にしてしまうみたいな現象があるんですよね。なので、自分自身のことは占えないっていうのはまさに理にかなってるような気はします。で、分かってますよ。またあれですよね。自分で占えないんだったら仲間の占い師さんとかに占ってもらえばいいんじゃないのって思った人もいますよね。いや、そこまではね、さすがに失礼なんで聞かなかったです。当然占ってもらってると思いますよね。で、そういうことであれば、内容も簡単だったので、じゃあお受けしますよということで、その居酒屋さんの場所を聞いてね、で契約書にサインしてもらって、でお金もらって、その場所に行ったんですよね。で、彼はバイクで通ってると、居酒屋さんまでね。なのでこちらもバイクをですね用意してですね、その居酒屋さんが終わるですね深夜2時ですね、2時からこう待ち構えてたわけですね。で、この時の調査は一人でやったんですよ。で、その2時からプーッと出てきて、写真とかもらっててもね、真っ暗なんで遠くから見てるんで分かんないんですけど、そのバイクが動いてそのバイクに乗ったやつがそうだっていうことだけが分かってたんで、そのバイクが動き出したらブーンとね追っかけてたんですけど、ほんのね5分ぐらいでね尾行終わりました。その飲食店、居酒屋さんがあるのがここだとして、もともと同棲してたのがここで、その人がそのバイクで入ってったマンションっていうのはこのぐらいの距離、なんていうか、そうですね、
もともと同棲してた場所から距離にして3キロぐらいしか離れてないような場所だったんですよね。でそこにこうバイクがブーンって入っていったんで、このまま僕もバイクのまま入っていくことはできないから、バイクをそのマンションの陰に隠して徒歩でねトットットットって言ったら、ちょうどエントランスに入って番号を押すところだったんですよ。なので番号押しそうだなと思って携帯で取り出して電話してるふり、もしもし、今下に着いたけど何丸何号室って言ってたっけ？うん降りてくる？分かったじゃあ下で待ってるみたいなさ、電話してるふりをして、彼が何号室って押したのか番号をちょらっと後ろから覗き見て、でそれで彼が自動扉がブワーンとオートロックのね開くのを見て、その部屋の方に上がってく、エレベーターでうーっとねその階に着くところまで写真撮って終わったんですよね。で後日そこのマンションのその彼が入ってった部屋、呼び出した部屋を調べてみたら、借りているのは若い女性だったという話まで突き止めて、その占い師さんに結果ご報告したんですよね。そして占い師さんの方やってよかったと、自分の人生がねこれから裏切られてるにもかかわらず無駄に待ってる時間がなくてよかったと思いますと、そうおっしゃってましたね。占い師さんっていうのは実は探偵と結構関わるっていうか、間接的に関わるんですよね。探偵に依頼してくる人の、女性なんですけど、女性依頼者の2割ぐらい23割ぐらいはですね占い師さんにお金払って見てもらってることがあるんですね。だからその占いではこうやって出たんですけど、実際調査してみないとわからないのでということで依頼されるっていう方もいらっしゃるんですけど、今回の場合は占い師さん自身なので、言ってしまえば占いでもね分かることと分からないこととあると。オープニングのマジックでもやったんですけども、結果はね実際に探偵をね飛ばしちゃった方が早い。その現場にねいろいろ考えてる時間がもったいないし、その分のストレスだってねかなり体に負担をかけますから、そういった意味ではもう迷って探偵で一撃で分かるような内容だったら、すぐ依頼者っていうのももしかしたら健康的にもいいかもしれません。では次回、今度はですね僕その占いっていうか不倫してる人と切っては切れないサイコパスという人格があるんですけど、皆さんご存知の通りですね。ちょっと次回はサイコパスについてちょっと語らせていただきたいなと思います。ではまた。